配信をご覧の皆さん、こんばんは、パッチです。さあ、今週も、いつもの恒例ですね、毎週恒例の、玩具レビュー生配信の方、始めさせていただきたいと思います。イエイ。いやー、今週もこの楽しい時間がやってまいりました。ちょっとね、今週なんですけれども、ちょっとね、私事で大変恐縮なんですが、もうほんとね、あれ、やべ。なんか、パソコンがバグった。失礼いたしました。ちょっと私事なんですけれどもですね、今日ね、嫁さんがまたね、どっか行っちゃいまして遊びに行っちゃってね、ずーっと一日中、子供の面倒を見てて、でね、今もね、ちょっと子供の面倒を見ないといけなくてですね、本当に、本当にもう、ねえ。ということでですね、ちょっと今日は早めに、いつもよりもちょっと早めにね、切り上げていきたいかなと思います。ので、何卒ご容赦のほどよろしくお願いいたします。イェイ。いや、それでもですね、ちょっと生配信ね、突然ね、言ってくるからで、でも生配信はそんなので休めないよっていうことでですね、強行してやることにしました。子供たちはね、非常に協力的なんですよ。嫁はんだけね、なかなかあんまりっていう感じでして。いやー、やれやれ。もうね、そんなこんなで、もうほんとついさっきまで子供らのね、寝る支度をしてて、本当にね、何の準備もしてないのに、もう9時過ぎてるじゃんか、つって。大急ぎで行って、大急ぎで用意してって感じで。少々お待ちください。生配信のちょっと準備をしてしまいます。よっ。いやー、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。もうね、月の終わりなんでね、もう毎日バタバタしちゃっててね、なかなかなんですけれども、いやー、ちょっとね、まずは落ち着くところからスタートっていうことですね。あ、千葉さん、こんばんは。週末だ。ウォー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 。パパは辛いよ。千葉さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。今週はね、ちょっと、満を持してのね、はい、大レンジャーということでですね、やらせていただきたいと思います。ケイタさん、こんばんは。パパは大変だ。ケイタさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやね、もうほんと。いや、子供のね、世話自体は僕ね、全然問題ないっていうかね、ほとんど子供のこと僕やってるんで、もうね、嫁はんは本当に何にもやんないっていうかね。まあ、やってもらっても困るんですけどね。うん。めちゃくちゃにされちゃいますからね。うん。まあ、いいや。あんまりね、ここで、ね、大っぴらに、世界に対してね、嫁の愚痴を言ってもしょうがないですからね。身内の恥を世界にさらすというね。ありがとうございます。山中幸雄さん、主さん皆さんこんばんは。お疲れ様です。無印シンカリオンが帰ってくるなんてすごいですね。E5 リンク500とか E5 リンク500タイプエヴァとか E5 リンクドクターイエローとかやってほしいですね。山中幸雄さんよくお越しくださいました。ありがとうございます。新しいやつですね。SDX シリーズですっけ。CW のね、チェンジ・ザ・ワールドシリーズの次のやつがね、スタートして、まあ、感じ的には、無印のシンカリオンのリメイク版っていう感じですよね。で、無印の時の、感じを出しつつ、チェンジ・ザ・ワールドレベルの、稼働も入れつつ、遊びやすさ入れつつみたいなね。うん。でも、
無印よろしく、Z からスタートしたね、車輪台座別パーツ、余剰パーツっていうのを、はい、無印のようにですね、別パーじゃなくて本体に組み込んでいる状態になるので、非常にこう、余剰パーツがないっていうか少ないっていうね、そういう状態ですよね。だから無印の良さもありつつ、ね、Z 以降の稼働も盛り込みつつ、でね、チェンジ・ザ・ワールドの遊びやすさ、手頃感みたいなのを出してきてね。だから、無印のようにね、2両合体で1つのね、ロボ、シンカリオンができるんですけど、合体したサイズがね、チェンジ・ザ・ワールドとほとんど変わんないぐらいのサイズ感なんですよね。だから結構ちっちゃいんですね。で、その代わり、新幹線モードの時は結構ずんぐりむっくりしてる感じの SD っぽい感じになってるんですけど、でもまあね、そこら辺も含めて、なかなかね、面白いシリーズになるんじゃないかなと思いますね。僕は小玉と合体するやつはちょっとね、面白そうだなと思いますね。やっぱ無印の小玉って、最初のね、シンカリオン強化合体ですごい話題になったじゃないですか。でね、その時はね、強化合体することがもうね、すごくて、ほとんどね、触れられなかったですけど、ガニ股っぷりすごいじゃないですか。あれがね、なんかリメイクした時にどう料理されるのかっていうのはちょっとね、気になるところですよね。スネマさん、こんばんは。流星王の後ろ足が左右逆なのが気になります。足裏が上を向くのが正解。あ、どうも、スネマさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。あ、そうなの？こっちね。こいつね。足裏が上を向く。こっちか。こうですか。なるほど。そうそうそう、流星王なんですけど、ちょっと僕の持ってるのね、ちょっと欠品が1個ありまして、流星王のね、前掛けパーツだけないんですよね。なので、ちょっと尻尾の方が、寂しいんですけれども、そこら辺はちょっとご了承いただければなと思います。ありがとうございます。山中ゆきさんからスパチャを頂戴いたしました。山中ゆきさん、いつもありがとうございます。乾杯。すみません。よくお越しくださいました。ありがとうございます。チアさん、昨日、めいっ子たちの面倒を11時半まで見て、今日仕事だったので眠気が、なかなか大変ですね、チアさんも。でも結構、あれですかね、遊びに来られたりしてるんですかね。いや、まあでもね、もうこういう時にね、ちょっとね、男はね、もう身を挺してですね、体に鞭を打って、子供のためにね、時間を作んないといけないですからね、なかなか大変です。山中ゆきさん、連休だ。明日は2月だ。そうですね。もう恐ろしいですね。もう今年に入ったから頑張らなきゃとか思ってたらもう1ヶ月過ぎちゃってるんですよね。年明けてからね。本当に凄まじいスピードで恐ろしくなってきますね。すみません。気伝銃の足です。気伝銃の足のことか。気伝銃の足。気伝銃。流星王の後ろ足が左右逆。こっちか。こいつが左右逆？気伝銃の足です。気伝銃の足。はてさて、少々お待ちを。およよよよ。
あ、こうか。この、あ、こうね。あ、こういうことですか。こういうことですね。はははは。これでいいのかな？ OK。ありがとうございます。ああ、なるほどね。こういうことってことか。ああ、なるほど、なるほど。前を向いて、この後ろ足がこうなってるってことね。あっち側に向いてるってことね。ああ、ありがとうございます。なるほど、なるほど。山中幸雄さん、流星王が連休ドラゴン扱いになりましたね。ああ、X でね、よく言われてるんですよね。連休だーっつってね。常間さん、無人状態でいうところの肘関節180度回してもろて。ああ、こちらですね。ありがとうございます。ということで、なんだっけな。はい、ということでですね、今週は何をするかと言いますと、まあ、先ほどからいじってるようにですね、ドドン。はい、五星戦隊大レンジャーから、デラックス大連王、こちらの方をレビューしていきたいと思います。イェイ。いやー、やれやれ。ついにこの大連王をいじくる時が来てしまいましたね。いやね、本当は、ちょっとね、全パーツ揃えてからやろうとか、いろいろ思ってたんですよね。あとはちょっとオークションでね、手に入ったものなので、まあちょっとね、なかなか状態がそんなにね、完璧じゃないっていうか、そんなにね、綺麗なものではないものを一生懸命集めてですね、はい、やってたもんですから、うん。ある程度ね、形揃ってからと思ってたんですけど、まあなかなかね、いいものがね、出てこないというかね、パーツが出てこないっていうのと、まあ、今回ね、ちょっと時間が、そんなに、許される時間が少ないということで、まあ、じゃあ、ちょっとパッとね、やりつつ、かつ、素晴らしいものというかね、で、おもちゃのいじりごたえがあるものとは何かと思ったら、おお、大連王だ。今こそ大連王をと思いましてですね。はい、今回ちょっと大連王をやらせていただきました。とりあえずですね、あ、これもつけなきゃいけないのか。失礼。これもつけるな。はい。ということでですね、今回は、こちらのね、大連王をやっていきたいなと思うんですけれども、まあ、皆様ね、ご存知の通り、まあ、まあ、説明するまでもないとは思うんですけれども、まあ、アーカイブをね、ご覧の方の中で、あんまり知らないよという方がいらっしゃるかもしれませんので、はい、申し上げさせていただきますと、五星戦隊大レンジャーですね。こちらは、1993年ですね。1993年に、放送されましたね、スーパー戦隊でございます。中国武術をモチーフにしたスーパー戦隊ですね。なのでね、決めポーズがすごいね、武術っぽくてかっこいいっていうね、キレキレなんですよね。で、俳優さんたちもね、すごくね、こう、運動神経がいいというか、アクションができる方がね、やられてるということで、素面アクションとかもね、すごいんですよね、大レンジャーは。うん。でね、スーツとかもめちゃめちゃかっこよくて、うん、だから、大レンジャーはね、やっぱこう、基本的にね、スーツもかっこいいし、アクションもめちゃめちゃかっこいいし、でね、ロボットもね、すごくセンセーショナルなね、ギミックを搭載してるということで、すごい印象深いスーパー戦隊になってますよね。だから、
10レンジャーの大獣人と並ぶ双璧をなすぐらい、スーパー戦隊の第2期のね、もう先頭を走るような代表的なロボになっております。1993年ということは1993。ああ、もう33年前なんだ。すごいっすね。はい、33年前にやられていたスーパー戦隊ということになりますね。そして、こちらのね、大レンジャーの大連王なんですけれども、これね、素晴らしいものが一つありまして、これね、今出てる貴殿獣たちですね。はい。が、5体いるんですけれども、まあ、こちらがね、真ん中にいるのが、こちらがですね、流星王ですね。はい。竜レンジャー、レッドである竜レンジャーが乗るですね、貴殿獣でございまして、竜レンジャーのね、天保来来の玉でしたっけで、召喚されてね、天からやってくる、竜ですね。はい、竜型のメカということになります。で、こちらが、グリーンですね。グリーンの獅子レンジャー、天元星第5ですね。これが好きなんですよね。天元星第5が好きなんですよ。大レンジャーでね、すごくいいのが、多分スーパー戦隊初だと思うんですけど、名乗りの時にね、レンジャー名だけじゃなくて、ちゃんとね、自分の名前も言うんですね。しかもなんか、流派というか、自分の星も、言うっていうね。だね、それがね、すごくかっこいいんですよね、名乗りが。竜レンジャー、天下星、亮みたいな感じで、こう、シャッつってね、やるんですよね、ポーズを。で、獅子レンジャー、天下星大悟って言うんですよ。天下星大悟が好きなんですよね、なんか。天馬レンジャー、天寿星庄司みたいなね。キリンレンジャー、天寿星カズ。ホーレンジャー、天風星リンってやつ。あれ結構好きなんですよね、あの名乗りがね。かっこいいですよね。そう、そして、天下星大悟が乗ります、貴殿獣ですね。はい、貴殿獣であります。こちらが、はい、こちらがですね、聖獅子ですね。聖獅子。ちょっとね、戦車っぽいやつですね。獅子ですね。そして、こちらが天馬レンジャーが乗ります。こちらですね。こちらが聖天馬ですね。これは馬ですね。馬なんですけども、ほんと、すがすがしいまでに、ね、なんかこうね、台車って感じですけれども、聖天馬です。そして、こちらが、キリンレンジャーが乗ります、貴殿獣、聖キリンですね。こちら。こちらも、空張りといったような感じですね。さあ、そして、天風星輪が乗ります貴殿獣は西方王ですね。こちら。西方王。で、これらが5体が、はい、合体することで、スーパー戦隊、大レンジャーのロボであります、大連王になります。大連王に合体するというか、そういう形になっております。でね、何がこのデラックス大連王素晴らしいかって、5人それぞれね、大レンジャーがね、付属するんですよ。で、まあ、これね、僕の、買いました。落としましたですね。大連王なんですけど、付属してきたのがですね、こういう感じになっていて、はい、天元星大悟とですね、竜レンジャー、天下星亮がいないんですよね。その代わり、イエローが2の、ピンク2の、ブルー2っていうね、謎の構成になっておりまして、はい。なのでね、ちょっと全部は揃ってないん
ですけれども、そこら辺ちょっとご了承いただければと。でもね、一応このレンジャーがいるっていうのが素晴らしくないですか？なのでちょっとね、代役を立てていきたいなと思います。で、このね、付属する大レンジャーたちは、なんと、はい、劇中同様にですね、この起電銃の頭とかにね、乗せることができるんですね。このような形で。これが素晴らしい。こんな感じで、一人一人このようにね、乗せることができるんですね。これがたまんないんですね。やっぱ僕はね、このレンジャーとロボのこの組み合わせができるっていうのにね、目がなくてですね、本当に。あの、タイムレンジャーのね、タイムロボ、デラックスタイムロボをレビューした時も、そんな感じでね、お店で、あの、言わせていただきたかと思うんですけれども、このね、レンジャーとロボの掛け合わせっていうのが、もう本当に大好きでして、やっぱりこのサイズ感っていうのが、これによって出てくるじゃないですか。うん。これは本当に、は変な話、大連王の中で一番熱いポイントだったりするんですよね、僕。このね、レンジャーが乗れるっていうところが、もう本当にたまらなく好き。ということでですね、ちょっとこれを一つずつ、細かくですね、いじりながらレビューしていきたいかなと思います。よいしょ。はい。ということで、ちょっとね、一つずつやっていきたいかなと思います。まずはこちらですね。はい。流星王です。こちらは、レッドの点火性量が乗り込む起電銃ですね。で、これもね、すごく特徴的で、こうね、雲の中ね、夕暮れをバックにね、こう、うね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 しながら、こうやってね、空から召喚される姿っていうのが、すごい印象的なロボなんですよね。それで、この流星王、これがね、スーパー戦隊の中でも、すごく得意だったというか、はい。多分これ初めてのパターンだったんじゃないかなと思うんですけれども、なんと、これ、竜レンジャーが、召喚する、起電銃なんですけれども、これがね、単体変形でロボにもなります。そして、このロボが、どちらかというと、1号ロボ扱いというかね、うん。1号ロボは、実は大連王ではなくて、流星王が、1号ロボ扱いなんですよね。だから、どちらかというと、大連王って1号ロボというよりかは、グレート合体枠なんですよね。だから、すごく、このね、最初のね、一人のレンジャーが呼ぶ一つのマシンが変形して1号ロボを構成するっていうパターンって、多分この流星王が初めてだったんで、最初にこのパターンを出された時は、ちょっと度肝を抜かれましたよね、当時は。本当に。あ、こんなパターンあるんだって思いました。うん。まあ、それだけにね、すごくインパクトの強い、ロボだったように思います。お、はい、
すみません。そうそう、ありがとうございました。めんどくさいこと言ってすみません。あはは、あ、いえいえいえ、教えていただきまして、ご指摘いただきましてありがとうございます。ケイタさん、ウォンタイガーは触ったことあるけど、大連王はないから楽しみます。あ、そうなんですね。まあ、ウォンタイガーもね、めちゃめちゃかっこいいもんね。大レンジャーシリーズをちょっとね、やっていきたいかな。これからね、ちょっとやっていこうかななんて思ってるんですけれども、やっぱウォンタイガーはね、本当にね、カラーリングがね、ホワイトとブラックでね、本当にかっこいいんですよね。いや、でもね、大連王もね、本当にめちゃめちゃ大傑作のデラックス玩具だと思います。山中幸恵さん、50ジャーでも出ましたね。そうですね。まあ、だから、結構、やっぱりね、最後のスーパー戦隊ということでね、やっぱ抑えるところは抑えてくるって感じですよね。もうだからね、大十字もブラックで出てくるし、大連王出てくるしでね、かなりロボの扱いという意味ではリッチな戦隊にはなってますよね。まあだからな、押村区は、こうやってスーパー戦隊ね、まあ、終わるなり、一時休止なりするのは分かりましたから、っていう感じでね。であるならば、なんか、ちょっと投資でなんかやってほしかったですよね。49戦隊分。だから僕の中では、1号ロボだけでもいいから、なんかこう、簡易でいいから、なんかこう、ね、バトルフィーバーから、50ジャまでの、ね、カプセル合体というかね、こんぐらいのやつで、簡易変形合体がちゃんとできるやつを並べてほしかったな。なんかコレクションできるやつを出してほしかったですよね。なんかもう終わりなって、慌ててね、なんかチョコスナックで出てくれ、チョコスナックじゃないか、出てくれたじゃないですか、ミニチュアのやつ、パッケージのやつ。ガチャガチャでしたっけ、あれ。でもそれもね、第一弾はね、数個だし、全部集めようと思ったらね、何十段もやんないといけなくなっちゃいますからね。で、あるならば、なんかこうね、50ジャーの最初からやってほしいなと思いましたね。デラックスロボユニバースはあれはもう、ね、全種類出すのはありえないじゃないですか。ね、ましてやね、追っかけられないですしね。いや、だからね、なんかこうコレクションできるこんくらいのなんかを全戦隊分1号ロボだけでいいから出してほしかったな。なんていうことをちょっと思ったりします。チアさん、SMP 大連王、騎馬大王は過酷ながら改造を楽しませてもらいました。そうですね。チアさん、あれですもんね、改造してね、合体できるようにしたんですよね。一度見せていただきました。ね、あれすごくかっこいいかったですね。めちゃめちゃ、やっぱりこう、大連王、大レンジャーってね、有定強化合体がないじゃないですか。どちらかというとね、騎馬大王の、まあ、10レンジャー的なね、感じで、コアロボ取り替えで、他のね、秘伝銃を流用しての合体が、まあ、2号ロボ合体みたいな感じでね。で、最終的に、重工記念で、3体全部まとまりますけど、どちらかというと合体というよりかね、こう、つむつむっていう感じでしたからね。だから、そこら辺がね、ちょっとなかなか大レンジャーもったいないなっていうふうに思う部分はあったんで、まあそこら辺をね、SMP でこう改造してね、自分なりの合体にするっていうのは僕はすごく素晴らしいなと思います。山中幸恵さん、50イーグルが使っている大レンジャーの戦隊リングですね。そうですね。これね、やっぱりね、あれがかっこいいんですよね、スーツがね。
さあ、そしてですね、流星王、こちらの方を、まずは変形させていきたいかなと思います。はい。まずは、こちらの流星王なんですけど、まあ、先ほども申し上げた通りですね、ちょっと一つワンパーツだけ欠品しておりまして、このね、本来ここ、後ろに尻尾のパーツがあるんですけど、それがね、ちょっと欠品してるんですよね。なので、ちょっとそこら辺ご了承いただければなと思います。で、少々お待ちください。ごめんなさい。ね。うん。はい。で、ですね、まずは、こちらの流星王の方なんですけれども、まず、このね、流星王の流状態から、めちゃめちゃかっこいいですね、これ。東洋流というかね、うん。で、これ、後に戦隊職人版っていうのも出まして、ここら辺のね、シールが全部ね、塗装になってるような豪華版みたいなの出たんですけれども、で僕、これは普通に当時版のね、デラックス版なんですけれども、これめちゃめちゃかっこいいですよね。うん。戦隊職人じゃなくても全然豪華って感じがします。この完成度ですよね、竜としての。この竜としての完成度、このスタイルがね、ほんと当時ね、すげえなと思いました。またこれも、パッケージ見ただけだと、これどうやって変形してんのみたいなね。うん。そういう当時の基準で言うと、うん、なんかすごい変形をするなという感じでしたね。なので、ちょっと変形させていきたいと思います。まずはですね、こちら、頭部を取り外します。あ、怖っ。はい。取り外します。で、そうしましたら、足首を戻しまして、おお、年季が入ってるやつですからね。一つ一つの初手が怖い。はい。こちら畳みまして、足を回転させます。はい。そうしましたら、こちら腕ですね。足の方を、二股に実は分かれてるんですね。これクランクで伸ばしていって、中央でまとめます。はい。で、回転させましたら、下へ下ろすと。はい。こんな感じですね。こちらも同様です。はい。そうしましたら、こちらですね。こちらのパネルを外し、ロックを外しまして、で、さらにこの天面をですね、回転させると、これがバックパックになるわけですね。うん。こういう感じの、すごいね、当時からするとダイナミックなね、感じで変形をいたします。はい、そうしましたら、はい、取り外しましたリュウレンジャーですね。一応これはリュウレンジャーということにしといてください。リュウレンジャーがですね、中に入りましたら、本当はね、ここに腰だれのパーツがつくんですよ。さっき尻尾だった部分をここにつけるんですけど、すいません。ちょっとね、そのパーツ欠品しておりまして。はい、このかっこいい竜の顔ですね。この竜の顔、こちらを前に倒しますと、頭部が出現いたします。そうしましたら、おしゃれなんですけど、このね、リュウレンジャーにかぶさるようにね、頭部が来るわけなんですね。これすごくいい。で、こちらをぐっと押し込みまして、
よ。あ、そっか、失礼。よいしょ。顎をですね、すいません、間違えました。竜の顎を開いとくんですね。で、ここに竜レンジャーにかぶせるんですね。これちゃんとね、竜レンジャーがこの頭部の中に格納されるんですよ。ここがね、たまらなく好き。はい。そして、胸に竜の頭部が合体しまして、さあ、これで完成。流星王だ、イェイ。おー、流星王、できました。これがね、単体でちゃんと変形するロボっていうね。これがまあ一応ね、1号扱いというかね。これもね、めちゃめちゃ当時基準ですごく、はい、完成度高かったですね。本当にかっこいい東洋の竜から、普通にちゃんと人型に変形する。これがね、やっぱ当時からするとすごいなっていうふうに思いましたね。また、やっぱ当時から比べるとの感覚で言うとですね、めちゃくちゃ可動性が高いんですね。まずこれ足がね、こうやってハの字に開くわけです。で、肩も開きますよね。で、またここのね、二の腕にロールがあるというね。うん。で、手も開くことができる。で、肘も曲がる。で、なんと膝も曲がるわけなんですね。で、股関節はさすがにロールしかないんですけれども、もう当時基準で言うとですね、ここまでできるっていうのはすごいことなんですよね。だから、スーパー戦隊のデラックスロボなのに、すげえ動くっていうね。という印象がありました。やっぱりね、こうカンフーアクションの戦隊なんで、だから可動性もね、かなり高かったっていう風になってるのかもわかんないですね。うん。で、このね、まあ、かなりね、1号ロボの、この流星王の段階では、かなりね、こう、シンプルな感じのロボなんですけれども、これが合体して、はい、大連王になりますと、かなりね、凄まじくマッシブな、はい、ゴテゴテしたね、スーパー戦隊のね、ボリューミーなね、スーパー戦隊のロボになるんですけど、やっぱそこら辺が、やっぱ系譜としてはもしかしたら、フラッシュマンのフラッシュタイタン、ここら辺なのかなと。で、タイタンボーイ的な感じなのかもわかんないなっていうふうに僕は思いました。でもね、やっぱこれ、1体だけでものすごく遊べますし、うん、完成度高いと思います。で、まあもちろんね、こちらはもう見ての通りですね、モチーフは孫悟空ですね。はい。で、この孫悟空なんで、まあね、このね、金鉢というかね、三蔵法師にね、取り付けられた、ね、金のね、冠、バンドですね。悪いことすると、これがギューってね、締め付けられて苦しむことになるんですね。はい。それもね、モチーフとしてついてますし、すごくね、孫悟空ロボとしてめちゃめちゃかっこいいですよね。で、さらに、こちらは武器としてですね、はい、飛竜痕っていう武器が付属します。それがこちらですね。こちら、飛竜痕です。で、この飛竜痕は、普通に手を開いてですね、ここにこう、
握り込むことで持たせることができます。ね。まあ、要は、如意棒ですね。はい。これが、流星王の武器ですね。飛竜魂です。うん。で、これをね、ぐる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 って回転させながら、こうやってね、敵に突っ込んでってぶん殴るっていうのが必殺技です。でこのね、ぶん殴りのこのぐるぐるぐるも、ちゃんとこのロールがあるからね、再現できるんですよね。これも非常に素晴らしいポイント。うん。かっこいいですね。うん。扱いやすいし、すごく。すべての、関節にクリックが入ってるんで、やっぱ安心感が凄まじいですね。うん。だからやっぱりこういう感じの手応えじゃないと、やっぱダメでしょう。スーパー戦隊はね。うん、すんごいね、遊びやすい。何もこう、恐れることなく遊べるというのはね、やっぱり素晴らしいですね。というのが、はい、1号ロボであります、流星王でございました。では、残りの秘伝銃たちもご紹介していきたいと思います。はい。よっ。はい、ケイタさん、かっこいい。腕の変形好き。あれね、こう、分かれてるやつがクランクで合体するってやつですよね。あれよく考えましたよね、ほんとね。4本の足が合体して1本のね、2本の腕になるってね。で、しかもね、こう上下ひっくり返して、こうね、やると、そんなにね、変な変形してない。ほんとステップなんてね、2ステップ、3ステップなんですけど、ね、それがガラッと変わって、あれがね、上下にね、ついていた足が、ね、上半身の2本の腕になるってね、すごい、ね、ポジション変換というか、頭使ってますよね。本当にすごい効率的な変形だと思いますね。スネワさん。おー、かっこいい。流星王ね。もうほんと素晴らしいですよね、流星王。やっぱこの流星王当時ね、直撃世代はやっぱね、脳焼かれちゃったんじゃないのって思いますね。世代じゃない僕でもすごい印象が強かったですからね。うん。いや、ワクワク感ってすごかったですよね。だって単体でもあれ売ってましたもんね。単品売りもしてたんですよ、これ。うん、だから流星王だけで結構完結しちゃうぐらいの遊びができますよね。やっぱりね、流星王のモードの完成度がね、あまりにもちょっと高くて、やっぱ衝撃度合いがすごかったですね。ケイタさん、スタイルいいよな。ね。流星王のね。結構、なんだろう、安心感ある感じ。今から見るとね、安心感のある感じのやつなんですけど、やっぱり細身だしね、スタイルよく見えますよね。で結構ポージングも取れるっていうところは、とってもプラスポイントだと思いますね。チアさん、流星王はイケメンロボ。SMP 流星王はデラックス寄りに改造しましたからね。顔ね、確かに。結構ね、このね、孫悟空モチーフなだけあってですね、非常にこのかっこいい顔してて、かつね、イケメンなんですよね。顔もすごくこうね、凛々しい感じ。で、ちょっと、少年っぽいんですよね。うん。
だからそこら辺も大連王と区別するというかね、っていうところでの、ちょっと少年っぽい感じの顔立ちしてるのかな、なんていうふうに思いました。さあ、そしてですね、こちらを一つ一つレビューしていきたいなと思います。こちら、晴天馬ですね。こちらの晴天馬は、まあ、馬モチーフですかね。天馬。天馬ですから、まあ、馬でしょうね。で、下にはコロがついていますので、こちらの天馬は、コロ走行で遊ぶことができます。ね。まあ、この馬だったら馬モチーフな感じのマシンになると思いきや、なんかこのね、台座というか、ファランクスというか、なんというか、木馬ですかね。木馬というか、なんというかね、っていう感じの、まあ、潔いまでのマシンモードという感じがしますね。で、天馬の時は首がこう前に向いてるんですね。で、キリンは後ろ側に沿ってるんですよね。まあ、これは絵というかね、壁画というかね、まあそういうのを、絵に、習ってる感じの、デザインになっておりまして、なので、まあ似たような感じの、キリンとね、天馬で似たような感じのマシンになるんですけど、この首の角度で結構ね、差別化してるというか、っていう感じがありますね。で、こうちゃんとね、この鼻先に天馬レンジャーがね、乗れるという。これがすごくいいですよね。さっきの流星王もそうですけれども、やっぱギャバンみたいに、ギャバンがね、ドルーの鼻先に乗って、こう、トゥーっつってね、戦ってるんですけど、ああいうかっこよさですよね、これね。単純に乗り込んでじゃなくて、このね、マシンというかね、まあ、召喚獣たちに乗っかって一緒に戦ってるっていう感じがね、すごくしていいですよね。大レンジャーっぽいって感じがしますよね。で、一人一人がこうやってちゃんとキデンジに乗って戦ってるっていうのが、すごく表されてて、すごくいいですね。本当にこのね、大レンジャーたちがここに乗れるって僕、本当素晴らしいと思ってます。もうこれがあるだけでもうね、大連王は傑作だなと思いますね。で、こちらの、正麒麟の方は、先ほどの天馬とは首のね、角度がちょっと違うよって感じですね。で、実際これ、ここまでしか、首上がりません。こっち側には倒れないですね、これ以上は。なので、まあ、コロ走行して遊べますっていう感じですかね、こちらに関しては。で、結構これね、すごいボリューミーなんですけど、基本的に全部オールプラです。オールプラなんで、そこまで重くないんで扱いやすいですね。こちらは政治史ですね。もうここね、あ、やば、外れた。はい。こちらが天元星第5の乗る政治史ですね。ちょっとシールが片目剥がれちゃってますね。で、これ多分目、ね、上下逆につけられてるんですよね。前の方のオーナーさんが。まあ、これね、目のね、シール片方なくなっちゃってるから、もう塗装しちゃった方がいいだろうな。覚悟が決まったら追加塗装しちゃうかもしれません。ね、これ、天元星第5もここに頭の上に乗ることができますね。こちらの方は、まあ、ね、戦車っぽい感じのスタイルをしてるんですけれども、まあ、非常に大レンジャーの中ではね、こう、なんだろう、マシンの中ではね、かなりまとまりがいいというか、感じがあって、なんかこう、戦闘型メカだなっていう感じの説得力のある、はい、感じはしますね。なのでね、ちょっとこっちのね、2匹の方は、ちょっとね、あまりにも乗り物チックっぽすぎるんで、やっぱこっちの、このね、
政治史のスタイルのかっこよさっていうのがちょっと出ちゃいますよね。これ単品売りはしてるんですけれども、単品でこいつら買うんだったらこっち買いたいっていう感じがしますよね。うん。そして、こちらが正方王ですね。天風船輪の乗る正方王。これはもう本当素直にかっこいい鳥型メカですよね。うん。まあ、これのね、対極にあるのが、10レンジャーのね、大獣人の、プテラノドンですけど、あっちのプテラノドンはね、もう本当に、付属メカって感じのね、付属メカ感が凄まじかったんで、それに対してこのね、鳳凰がすごくかっこいいですよね。ボリューミーだし、うん、すごく作りもね、しっかりしてるし、でね、こうやってちゃんと、二軸あるんで、こういう風にね、翼もこう表情つけて羽ばたけるというね。ここら辺のね、鳳凰はね、作りがすごくいいです。なので、ちょっとね、この単体だけで見ると、まあ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 、こんなところで、ギミックみたいなものっていうのはそんなにないんですよね、単品であると。まあ、ただ、やっぱりこのね、うん、この4体に関しては、一つね、最大のギミックがあって、それがね、合体することができるんですね。で、この4体で合体するのが、姿勢合体って言うんですけど、姿勢合体っていうのがあって、天空気伝っていうのに合体できるんですね。なので、ちょっと天空気伝の方に合体させていきたいと思います。ギミックというギミックで言うと、それが最大のギミックになるんですね。こいつら4体で合体ができるというね。ただ、合体なんですけど、このね、非常に残念なところではあるんですが、合体と言っても、このとんでもない余剰パーツが必要なんですよね。ここがね、非常に残念なんですが、この台座ですね。コロ付きのものすごいでかい台座がありまして、ここに乗せることで合体になります。こちらに晴天魔を乗せます。こちらに正麒麟を乗せていきます。まあ一応ね、これで、うん。まあ前例としては、ジェットマンのね、イカロスハーケンじゃなくて、なんだっけ出てこなくなっちゃった。ハイパーハーケンだ。ハイパーハーケンっていうね、ジェットイカロスと、ね、追加ロボの、が、マシン状態で合体するね、ハイパーハーケンモードっていうのがあるんですけど、それもね、合体と言いつつ、二つのメカを台座に乗せただけっていう合体方法があったんですね。これがね、非常に、もったいないなというかね、残念なポイントだったんですけれども、まあ、それに倣った形で、はい、天空気伝もこんな感じで、台座に乗せることによって、はい、合体することができました。イェイ。まあ、このね、まあ、台座に乗せなきゃ合体できない、その台座は思いっきり余剰パーツっていうね、このちょっと辛さはありものの、合体モードがあるっていうのがすごくいいですね。素晴らしいポイント。またね、合体することによってね、このね、非常にこう、ゴテゴテ感があるというか、しかもね、すごくでかいんですよね、これ。ちょっと見わかんないんですけど、非常にこれでかくて、
はい。企画としていつも出しちゃうのはこちら。はい。スーパーミニプラ大獣人くん。スーパーミニプラの大獣人くんと並べるとこんだけのサイズ差があるんですよ。とんでもないデカさなんですよね、これ。単品のロボのマシンの中ではね、かなり破格のデカさというかね、でして。なのでね、天空気伝状態でも、すごいね、ボリューム感で、満足感があります。非常にね、ボリューミーで満足感がありますね。でかつ、こいつには、もう一つ、素晴らしいポイントがあって、先ほどの1号ロボであります、流星王ですね。この流星王も、こちらの台座の方に乗せることで、じゃじゃん。おお素晴らしい。ごめんなさい。大きい音が鳴ってしまいました。はい、こちらの流星王を乗せることによって、はい、天空気伝にライドをオンすることができました。イエイ。これかっこいいですよね。非常に素晴らしい。まとまり感がすごいですね。もうさながら、キントーンに乗っている孫悟空っていう感じですよね。いや、だからね、この合体に台座が必要っていうのは非常に、もったいないなって思うところはありつつも、やっぱこのモードはかっこいいですよね、素直に。なんか、そうそう、だからね、スーパーミニプラ僕ね、ガチ制作で作るタイミングがね、できたら、ぜひね、ちょっとこの天空気伝を余剰パーツなしでやりたいなっていうのは本当に思いましたね。なんか多分やりようあるんですよね、いろいろ。なので、ちょっとね、いろいろ検討しながらやっていきたいなと思いますが、まあ、デラックスはね、もうめちゃめちゃでかいんで、まあ、これは致し方あるまいということでね、ただ、この携帯自体は非常にかっこいいと思います。はい、男仮面ライダーセイバーさん、すみません。遅れてすみません。俺合体研究所さん、よろしくお願いいたします。大連王、大好きです。大レンジャー世代です。大好きです。アクションヒーロー、リュウレンジャー、大レンジャーのソフビ持っています。最高です。男仮面ライダーセイバーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。世代なんですね、男仮面ライダーセイバーさん。いや、もうこれ世代だったらもうちょっとやばいでしょうね。多分一生好きになると思いますね、これは。やっぱね、インパクトとかっちょ良さだいぶありますよね。これは本当にすごいと思う。ケイタさん、流星を見るたび、どこかライブマンのコロンっぽさを感じちゃう。確かにね。ちょっと女の子っぽい感じの顔もしますし、あっちもなんかちょっと、なんか、あれですよね。中国の女性って感じですよね。デザイン的にね。それは確かにそうかも。男仮面ライダーセイバーさん、かっこいい並び、懐かしいです。これね。ほんといいですよね。確かにこれは眺めていたくなっちゃうな。なんだろう、この、全合体ロボとかの、見て、なんかこう見てるだけで、おーって思うじゃないですか。なんかこういろんなパーツがぎっしり詰まってて、ね、それがゴテゴテって合体してて、見応えがあってかっこいいみたいなね。その、
見てるだけでの満足感みたいなのが多分あって、それがすごくいいんだと思うんですけど、この天空起電モードって、そういう満足感がありますよね。うん、なんかこう、ゴテ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 っとしてて、で、その中にね、スラッとしたロボが乗っかってて、みたいな。うん、なんかこの、うん、この絵面だけでいろんな情報が入ってて、うん、見てて飽きないですよね。満足感がすごくあると思います。ケイタさん、赤眼かっこいい。あ、こいつですね。そんないいもんじゃ、そんないいもんじゃないと思いますけれども、言っていただいてありがとうございます。ただ、いつか塗ってやります。チアさん、幼少期、早く五星合体したくてうずうずしてました。確かにね、最初ね、流星王だけだったんですよね。でもこれがね、合体して、巨大合体するってなったら、やっぱりこうね、うん、満を持しての合体みたいな感じでね、こう、脳汁出まくったんじゃないですか、当時の子供たちはね。うん、そこら辺の演出も憎いところがありますよね。うん。ケイタさん、別合体形態あるのいい。たくさん遊べる。確かにそうですね。やっぱりこう、単体でのね、変形もあり、でね、バラバラのものが4体合体しつつ、それに乗っかってね、別形態での5体まとまりで、さらにここからね、はい、合体してロボになるってなると、やっぱりこのね、一つのね、大連王って1個だけでも、ものすごい遊べますよね。それは本当そうだと思います。やっぱりね、そういう形態があると、やっぱりこう、伝説級のロボになりますよね。ジェットイカロスしかりね。うん。やっぱりね、この別形態合体モードは大事です。めちゃめちゃ大事。男仮面ライダーセーバーさん、流星王たち、かっこいいです。ね、本当に。これでね、やっぱね、遊びたくなっちゃいますよね、このモードでね。大連王もすごくかっこいいんですけど、やっぱこのね、別モードのかっこいいっていうところが憎いですね。ケイタさん、ミニプラも、台必要なんです。チアさん、ミニプラも台座が必要です。そうなんですよね。残念なことに。ハイパーハーケン、ジェットマンのハイパーハーケンの方は、なんとね、台座なしで合体できたんですよ。SMP。っていうか、スーパーミニプラか、その当時ね。だからね、大連王出るってなった時に、おーって思ったんですよね、僕。お、ついに来るかと思ったんですけど、台座は必要でしたね。そこら辺がね、ちょっと残念ポイントだったんだよな。ケイタさん、台必要なんですか。もう台ばらしてオリジナル追加鎧として全身にまとわせるか。また、なかなかね、素晴らしいことをおっしゃってますね。台はね、ばらしてどうこうするしかないかもしれないですね、確かに。シャアさん、リアタイ世代です。バンダイの大連王、宝のマイトガイン、グリッドマン、富のゴーザウラを選べって本当に酷ですよ。93年玩具戦争。おー、やばいね。マジか。グリッドマンマイトガイングリッドマン、マイトガイン、ゴーザウラ。これは、これはきついね。全部じゃん。全部最高じゃん。おー、これは厳しい。
確かにちょっとこれはね、選べないね。これで年間2個しか買えないってだったら、1、2、3、4。半分は削んなきゃいけないってことですよね。しかもグリッドマンはサンダーグリッドマンもあるって、キンググリッドマンもありますからね。で、マイトガインはグレートマイトガインパーフェクトモードまであるでしょ。で、ゴーザウラはキングゴーザウラまであるじゃないですか。で、大連王はね、ウォンタイガーもあるし、あとね、あいつもいますからね。カメちゃんもね、いますから。あとね、大人竜ってのもいますからね。これはちょっとたまんないね、この年。ちょっと酷だな。これはかなり厳しい。男仮面ライダーセイバーさん、大レンジャーの宿敵、ゴーマのリーダー、シャダム役の俳優さんの、西林太郎さんは、後に仮面ライダー伝王の黒イマジンの声、侍戦隊真剣者の下道主血祭り同国の声を演じています。あ、そうなんですね。血祭り同国ってシャダムシャダムじゃなくて、シャダムなんだ。初めて知った。すごいですね。ありがとうございます。ご情報いただきまして。これもね、きついですよね、これね。シャダムが、最後、ラスボスになるんですよね。でもラスボスになるんですけど、最後ね、死んじゃった同士がなんかね、でかいなんかこう幽霊みたいな感じで出てきて、やめるのだみたいなね。なんかこうね、表と裏なんだと、ゴーマと大レンジャーは表と裏で、だからこの争ってはならないみたいなね、感じになるんですよね。で、ずっとなんかそういう流れはあったんですよね。大人竜、戦ってると大人竜が出てきて全部ぶっ壊しちゃうみたいな。そうそうそう。だから、戦うことそのものがダメなのだみたいなね、感じの、ストーリーラインがあったんですよね。縦軸で実はね。だからもう戦うんではないとかって言ったら、で、同士が言う、幽霊同士が言うと、変身が解けちゃうんですよね。大レンジャーの変身が解けて、で、シャダムもね、元のシャダムのね、レザーっぽいやつに戻っちゃうんですよね。でもなんかその状態になってもなんかね、ナイフとか出して、こう殺しに来るんですよね。で、その殺しに来たやつが自分に刺さっちゃって、シャダム死ぬんですけど、死んだ時にね、ちょっとえぐいのが、口からブワーっていう風にね、血吐いたと思ったら、なんか血っぽい泥を吐くんですね。ドボドボドボっつって。そしたらなんかどんどん死ぬんですけど、死ぬんですけど、自分もね、土くれ人形として戻ってくんですよね。自分がなんかこのね、ラスボスになったかと思いきや、自分も土くれ人形のただの使い捨ての駒だったっていうのに、最後に分かって、じゃあ誰が黒幕だったんだとか、誰が敵だったのかっていうのが全く分かんないんですよね。で、全く分かんないまんま話は終わって、ね、何十年後の世界になったら、二代目大レンジャーたちがまだずっとゴーマと戦ってるんですよね。で、おじいさんになっちゃった大レンジャーたちがそれを見守りながら、戦いは永遠に続くのじゃみたいな感じで終わるね、なんかすげえバッドエンドみたいになるんですよね、確かね。これ、すごい、すごいですよね、大レンジャー。すげえ。多分、ここまでのバッドエンドってないですよね。バッドエンドでもないのか。なんか不思議な終わり方だったんですよね。なんか、大レンジャーと、ドンブラザーズの終わり方は、すげえ終わり方だなって思いました。それも印象にありますね、すっごい。チャーさん、ハローマックのクリスマス商戦のチラシが賑やかで賑やかで。あらら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 。このクリスマスチラシって本当にやばいよね。その年のクリスマスチラシってもう本当
やばいね。チラシの部分だけでなんかこう3000円ぐらいで売れそう。ケイタさん、厳しいけど楽しい時代じゃったな。まあね。ものすごく辛い選択を迫られるぐらい、ものすごいいろんな選択肢を与えられたっていうことですよね。失礼。ということで、ここからね、メインイベント、メインディッシュの方をやっていきたいと思います。ということでね、この台座ちゃんの方は一旦立たさせていただきます。はい。ということで、ここからね、五星合体の方に、移っていきたいと思います。基本的には、流星王に残りの、起電獣たちをクロスアップする形で合体させていきたいと思います。で、合体する際にですね、まず一旦、流星王の中の点火性量を取り外します。9。はい。この状態にいたしまして、合体していきます。で他の大レンジャーたちも外しておきます。まずはですね、流星王。足を伸ばしまして、内面に入れておきます。こんな感じですね。はい、そうしましたら、はい、まずは天魔ですね。天魔の方を変形させていきます。こちらから桃パーツを展開します。で、首の方を後ろに畳みましたら、足首を展開。これで変形完了です。キリンの方もほぼ同様ですね。まずは桃パーツを出して、首を畳みまして、足首を展開します。はい、これで簡単に変形の、変形準備が完了しました。で、そうしましたら、このまま、流星王の足を突っ込みまして、合体。あれ。行きました。こちらも合体。よっ。ズボッといくんですね。ズボッと。はい。はい。これでいったかな？はい。そうしましたら、こちらですね。正方を、こちらの方を、背面ですね。こちらの背面のこのジョイントの方に合体させます。合体。はい。こんな感じで合体できました。そうしましたら手前側に折り込んでいって、このジョイントで竜のヒレを挟み込むようにして固定します。でそうしましたら、前だれの方を倒しまして、はい。これで、下半身の方は完成いたしました。そうしましたら、流星王の腕を内側にこのように畳んでおきます。はい、そうしましたら、こちら、正獅子ですね。正獅子は、後ろから冠パーツ取り外します。で、そうしましたら、下の土台の方のパーツを取り外します。おー、怖っ。はい、外しておきます。
そうしましたら、こちら土台パーツ、左右に展開いたしまして、中から拳のパーツですね。これを展開します。はい、そうしましたら、この拳パーツをそのまま流星王の拳にかぶせます。で、上でロック。はい、こんな感じですね。はい、こちらも同様です。かぶせまして、上でロック。おー、めちゃめちゃマッシブになりました。で、そうしましたらこちらですね。こちらの政治史の、頭部パーツ。こちらの中にジョイントパーツがありますので、これ展開します。で、このジョイントパーツを肩のジョイントにかませるようにして、合体。おー、合体しました。で、この状態でもちゃんと流星王の首が出てるところがいいですね。さあ、そしてここに先ほどの流星王の大連王の兜をネットオン。あれ、ネットオン。さあ、これで完成。大連王だ。イェイ。おー、完成いたしました。お、ちょっとこれ甘いか。はい。こんな感じですね。微妙に入ってないのか、こっち。ちょっと高さが違いますね。よっ。これで入ったか。あ、これでぴったり入りました。あ、こっちが入ってない。すいません、バタバタしちゃって。あ、入った。よっ。ちょっとね、古いやつだから力がいるんですよね。はい。そして、さらにね、この流星王には、違う、大連王でね。こちらの別パーになるんですけど、大王剣。こちらが付属いたします。でね、この大王剣、ちゃんとこの腰に対等することができるんですね。おーこんな感じで、すげえ大ぶりなんですけども、ちゃんと対等することができます。これいいですね。ちょっと入ってないですね。なんだろう、これ。すいません。ちょっと気持ち悪いんでね。よいしょ。あ、入った。入りました。よっ。そしてですね、この大連王、もう一つ素晴らしいことありまして、
なんとですね、ここ開きますと、この中にですね、先ほどおりました、このね、大レンジャーたちが中に乗り込むことができるんです。こはい、こんな感じで、中にね、大レンジャーたちを乗り込ませまして、なんと、こんな感じでしまうことが登場することができるんですね。このね、胸の玉の中から、ほら、ちょっと大レンジャーたちが透けてるんですよ。これ超良くないですか？めちゃくちゃたまらん。でもこれはね、デラックスじゃないとなかなかできないですよね。はい。はい、ということで、合体できました。おー、かっこいい。そして、先ほどの流星王の武器ですね。飛竜魂。こちらの方と、はい。西方王の尻尾をですね、合体させますと、これがね、武器になるんですね。はい、こちらが大ジャベリンです。こちらをこんな感じで持たせまして、大ジャベリン。矛として持つことができるんですね。おー。これめちゃめちゃでかくなります。はい、そして大王剣も、この鞘から抜刀することできるんですね。おー。いや、まあ、盛大にかじられてはいるんですけれども一応持っております。これもね、シルバーで塗装しちゃいましょう。はい、こんな感じで。これね、非常にこの、サイズのね、大ぶりな武器が、取り付きま、持つことができるんで、非常にかっこいいですね。うん、すごい満足感。やっぱね、これで、しかもこれね、1号ロボではあるものの、一応ですね、ね、流星王に合体した、まあ、強化合体ロボ的な扱いではあるので、サイズ的にはですね、非常にでかいんですね。なので、ちょっとね、1号ロボがね、なんか比較できる1号ロボがあったらよかったんですけれども、なかなか手前にないので、まあ、ちょっとね、なかなか比較ができないんですけれども、先ほどのスーパーミニプラ大獣人と並べるとこんぐらいの差があります。めちゃめちゃでかい。だからね、ちょっと、若干スーパー合体味のあるでかさですね。非常に迫力があります。そしてこのね、肘をね、90度曲げたような状態で、ね、流星王が、腕を構成してるんですけど、でもね、
ロールにしっかりと、クリックがね、入ってるので、この状態でも、はい、難なく、はい、男の8クリックのスイングをすることはできます。なのでね、この大振りな武器をブンブン振り回すことができるので、非常に素晴らしいですね。で、ちょっと、あれだ、外れちゃいがちなんですけど、こうやってね、肩のロックを外すと、なんと、はい、こんな感じで、なんと脇を広げることができるんですね。これすごくないですか？めちゃんこいい。そんで、なんとね、この流星王の可動を使うと、ちょっとね、腰のロック外れちゃうんですけど、腰のロックね、外れててよければ、なんと、ハの字立ちできるんですよ、これ。ほら、すごくない？まあもちろんね、これ腰だれのロック全部外れちゃうんで、ズロロロロってなっちゃうんですけど、ちょっとね、この西方王の翼の渋みめちゃめちゃ硬くすれば、なんとかこのね、渋みだけで取り付いていられれば、ほら、わあ、スカートがずれ落ちてしまった。このね、スカート問題さえ、渋みでなんとか解決すれば、おお、来た、来ました。ね、ワンクリックだとちょっとね、でかいんですよね。開き方が。半クリックぐらいで止めたい。半クリックで止めて、おおで、ももパーツでこうやって挟めばいいのか。ももパーツで挟んで固定。おー、できたほら、かっちょいい。めちゃめちゃでかい大連合がこんな感じのポーズ取れるんですよね。これ素晴らしくないですか？そう、今日ね、これがやりたかったの。そうそうそう。このね、ハの字立ちなんとできるんですよというね。こう脇をね、広げることができるんですよ。もちろん、ね、下の方はロック外さないとダメだったり、上の方もね、しっかりと、はめられないんですよ、上のロックをね。だから、まあ、自己責任でみたいな感じの、はい、遊び方にはなるんですけれども、いや、これかっこよくない？だって大連王ですよ。当時のデラックスですよ、これ。そう、だから、ね、いつも言ってる通り、僕はね、当時のデラックスがめちゃくちゃ好きなんですよ。だから、今のやつでアップデートするならね、そんなに、今風のスタイルとか、ものすごいね、8頭身、9頭身にするとか、スリムにするとか、超絶可動仕込むとか、そんなのいらないんですよ。このまんま、このデラックスのスタイルのまんま、ちょっとハの字立ちできる。ちょっと脇広げられる。ちょっとね、股広げられるだけでいいと。それだけでもう十分なんだよと。だからね、そういうのを出してほしいんですね。ミッシングリンク的なやつ。
というふうに願ってるぐらい、このデラックスっていうのはね、ちょっと脇広げて、ちょっと股開いて、ハの字立ちできる。これだけでべらぼうにかっこよくなるんですよ。で、これなんと、何にもしないで実はできちゃうっていうね。この大連王のこの素晴らしさ。そしてこの流星王のね、可動性の良さ。これが相まって、やっぱこれね、非常に素晴らしいですね。めちゃくちゃいい。男、男仮面ライダーセイバーさん、大レンジャーの最終回の戦いは続くわ、ヒーローはそうですね。まあね、大レンジャー終わった後もね、いろんなね、ヒーローたちがね、相変わらず地球の存亡をかけて戦ってますからね。そらそうだって話ですけどね。ドンブラザーズはハッピーエンドでした。まあまあまあ、ただ、一体何と戦っていてどうなったのかっていうのが全くわかんないんですよね。結局、ジュートってあれ何だったのっていうね。ジュートとかもよくわかんないし、元老院ってあれ何だったんだよみたいなね。元老院って何だったのっていうね。ノートって何っていうね。何と戦ってどうしたかったのみたいな。何が何だかよくわかんないうちに、園名と園谷っていう突然ポットでのなんかすごいやつが出てきて、その、そのうち最強のドンモモ太郎はどんどん自我を忘れていくというね。よくわかんないっていう。よくわかんないけど、なんか最後ハッピーに収まったからまあいいかみたいなね。ほんと春秋必成って感じですよね。ケイタさん、流星王の、足横向けるのは知らんかった。ガオガイガーみたいに入るのかと思ってました。ねえ。そうそうそう。流星王のね、ロールがあるんですよ。これにくいですよ。これね、もう、これがまず大連王の段階でできちゃうってところが、もうちょっと素晴らしすぎるね。チアさん、もはや1号ロボが単体でスーパー合体してるようなもんですね。いや、もうほんとそうなんですよ。だからね、この、大連王の段階でもうすでに、もうパワーアップ形態なんで、だからこの状態での満足感ってやっぱすごいものがありますね。まあ、要はこの状態で重帝大獣人的なポジってことですもんね、要は。うん。で、そう考えるとすごいですよね。さらにこれが騎馬大王にね、移って、で、さらにね、そいつら1号ロボたちを格納できるね、大無限っていうのが出てきて、それらと全部ね、つむつむ合体して、重厚記念っていうね、最終強化形態になるというね、最終強化形態でいいんですかね、あれね。必殺技モード的な感じですけど、っていうのがあってね。だからそう考えると、合体形式こそ、なんかセオリーにのっとらない感じですけど、でも、バラエティは豊かですよね。だから、プレイバリューはすごい高いシリーズですよね。じゃあさん、この迫力、カラーリングの渋さよ。いや、もうほんとそうですね。もうブラック貴重でね。でね、中央にはでっかいクリアパーツもできてね、金メッキもふんだんに取り入れられてて、いや、もうほんとね、かっこいいね。かっこよさがすごい。ケイタさん、長物はかじられがち。これね、本当に、ダガーンの時もそうでしたけど、まあ、かじられてるんだよね。でもね、僕みたいな貧乏人はですね、かじられてる系のやつしか買えないんですよ。本当に。もう本当ね、デッドストックとかさ、状態がめちゃめちゃ良くて箱にバッチリ入ってるやつとかね、買おうと思ったらね、もう桁が1個変わりますからね。もう10万とか普通にしちゃうから、ちょっと手出ないですよね。だからもうなんとか、
そのかじられてるやつを削って鳴らして塗装してなんとかするというね。ちょっと試される系になりますよね。うん。ケイタさん、昔のガンガンハの字立ちできるようになるだけでさらにかっこよくなるのだ。いや、もうほんとそうですね。もうケイタさんなんて今バリバリに改造してますけど、ほんとですね。だけどもう本当にデラックスのね、改造はもう本当ロール1個入るだけでガラッと変わりますから、いやもう本当に当時のデラックスロボガン、スーパー戦隊デラックスロボとか、あとはね、当時の勇者ね、あっこら辺でもう本当にね、関節を2つ3つ増やすだけでいいからっていうリメイクやってほしいな。ということでですね、ちょっと今回はこんなところでですね、大レンジャー、僕のね、秘蔵っ子出しでした。大連王をね、皆さんにご紹介させていただきました。ね。まだまだこの大連王はね、大レンジャーは、あとね、もう一つ目玉の騎馬大王っていうのが残っております。なので、来週はですね、はい、騎馬大王、ウォンタイガーですね。ウォンタイガーの方を引き続きレビューさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひお時間がございましたら、ご参加の方よろしくお願いいたします。いやー、満足しましたね。今日はちょっと満足。ちょっとね、来週までには、もうちょっと見てくれがいい形に持っていこうと思います。さすがにちょっと削れすぎてましたね。うん。あと、大レンジャーたちちょっと塗装したいですね。大レンジャーたち、形違いますけど、ちょっとリュウレンジャーっぽくしたりして、ちょっと塗装したいなと思いますので、来週はまたもうちょっと違った形になってるかと思いますが、はい。ぜひとも来週もまたご時間ございましたらご参加の方よろしくお願いいたします。それでは、バッチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバイ。またね